綺麗に描こうと思い始めちゃうと崩せないんですよ。綺麗に描くよりは伝えることを大事に考えた方がいいと思う。今日も福田さんが来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。少年サンデーで5分後の世界という漫画をやってました。7巻が最新巻の最終話が発売されました。で、もう一つが一応アニメ化にもなったんですけども、常住先人虫奉行福田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ジョニーの不思議な日が続きますね。そうですね。ジョニー大変です。ジョニーはいろんな妙なシチュエーションがあった上に、自分の形が変更されて、なんかちょっと可愛くなったりちょっと性格が完全に変わったりなってますが、その同じ日にちょっとかっこよくなってるすごい驚きのシーンもあったし、で女の子に誘われて、一緒に帰ろうって言われて、ジョニーは本当にラッキーボーイだね。そうですね。宇宙人に出会ったことがラッキーなんですかね。まあどんな宇宙人によるか。そうですね。自分の中では支配に来た宇宙人が出会っちゃったみたいなさあどうするみたいな話だったんですけど、ジョニーが困る。その同じ日に大変だったから驚いた顔も見せたし、喜んでる顔をなんか隠そうとしてたし、大変だったからなんかコメディシーンがあるといいですよね。そうですね。そうするとその後に早速ホラーのシーンがある。そうですね。そこがすごい締まるというかかっこよく見えるんで楽しくいけたのに誰か死んだみたいなじゃあギャグの顔を描いてみたいんですけど、どういうシチュエーションがいいですか？そうですね。ギャグって結構難しいですよね。友達が書かなくてもいいけど、友達のセリフになんか反応してる友達が何か変なことを油断すると普通のそっちの驚きと一緒になっちゃいますもんね。そうね。じゃあ例えば、話してる間に振り向いたら友達が変な格好してる。男性なのにスカート入ってるとか。いいですね。なんかカツラつけてウェッグつけたりとか。確かにそれ面白いですね。それにしましょうか。はい。スカートを履いている男性は書かないんですけど、また今度で今回はジョニーの驚い近いね。驚くというよりは突っ込むっていう、多いっていう多い友達がこういうことをしてるこういう感じですね。でこの辺にまた違うスタイルで描いちゃいました。なんかいろんなジャンルの漫画が描けそうですね。いろんな漫画が描けるっていうより、いろんな漫画読みすぎてるからなるほど影響がありすぎかな。素敵なことではありますけどね。ちょっとデフォルメすぎかな。でも自分もよくやります。それはやっぱり可愛いですよね。上手に体が描けないんだけど、前に向いてるようにこんな感じで、腕下に下ろしてるように描きたいんだけど、体がこういうこんな感じ。いやでもうまいです。そうそれやっぱり分かりやすいですよね。よし。で困ることが、これはマクロになるか。歯描いた方がいいのかもしれないですね。一応こう。かわいい。いいですね。よし、完成です。また。いやでも今回一番面白いと思います。すごい一番かわいい。頑張りました。お疲れ様です。お願いします。これは多分一番適したディフォルメじゃないかなと思うんで、ディフォルメをすることが大前提で書いてるんで、やっぱりそれがあると多少崩してもなんか気にしなかったりするじゃないですか。綺麗に描こうと思い始めちゃうと崩せないんですよ。綺麗に描くよりは伝えることを大事に考えた方がいいと思うんで、そしたら普通にリアルっぽく描いてても、その後に途中で崩そうとか思ったら崩せちゃうじゃないですか。初めからもう綺麗に全部描くんだってなっちゃうと崩しようがないんで、もう前提崩すことを考えながら
ただ崩すポイントどこかなと思いながら書いてた方が楽しいです。ですよね。それは大事、はいそれの方がいいっていうよりもそれの方が楽しいです。楽しいです。そう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 。正解は基本的に絵はないんで、ね。はい、人それぞれだと思うんで。じゃあ自分もちょっと書かせていただきます。お願いします。でもそっか、ギャグゴマこれ書かれちゃったんだよな。被らないようにちょっと書かせていただきます。全然違うスタイルで。そうですね。もう取られちゃったんで、日本語ゲーマーさん。ごめんなさい。大事ですね。その一つの表現バリエーションはいくらでもある。ギャグって言っても正しいのがないから何でもいろんなバリエーションでいける。そうですね。あんまりあえて崩さない方がいいとか、もう多分ありますし、リアルっぽくやった方がギャグになる時もあるじゃないですか。下手したら本当はもっとリアルっぽく顔にした方が、目が死んでた方が、スカートに変わったことに対して全く乗ってくれてない感じ。もうまあありじゃないですか。あれいいね。そういうのが好き。いいですよね。しらける感じ。で絶対なんかアニメだったら面白いなんかエフェクトの音。そう。こんな感じですかね。こういう風になんか濃く目の輪郭を描いたらさらに目が死んでるみたいな。そうですね。もうずるいんでちょっとこういうのやらせてください。いいね。何みたいな。はい、できました。ありがとうございます。ジョニーがこの日は長かったし大変な日だったのにこんなことを見せられて、振り向いたら友達が女装してたとか。ジョニーは私がもともと書いてみた感じはこうだったけどデフォルメ化して、驚いてるけど笑ってほしいのは読者、キャラクターは驚いてるけどギャグのシーンで可愛いです。本当にこれは俺好きですね。本当に口がもうここまでここまでそれいいね。そうですね。漫画のしか出せない描写ですもんね。そう、でこれがジョニーこれをこういう風に合わせたらすごいもんね。確かに。いっそ友達やめようかなとか思いますよね。友達やめようかなとか思いますよね。そうね。こういうことがあって正解は特にないから、これでもいいし、これでもいいし、さらにここに入れるセリフも、入れるセリフによって雰囲気が変わりますよね。そうですね。正解がないのがこういうバリエーションこういう風に切り替えして面白い。すごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。連載してた5分後の世界という作品が最新刊7巻で最終巻の作品が出てもおります。よければぜひ買ってください。お願いします。お願いします。ツイッターの方が本名で福田博の方でツイッターをやらせていただいてるんで、よければ自分の作品とか絵に興味があるんだったらフォローしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと福田さんが出ている動画いっぱいありますので、ぜひそれも見てください。チャンネル登録お願いします。
お願いしますじゃあバイバイ。バイバイありがとうございました楽しかったジョニーはいい日だった。いい日だった大変。もうジョニーはこんな顔してる。そう